じゃあまずですね、ちょっと誘引の紐がまだ巻きついてる状態なんで、動画ご視聴ありがとうございます。はい、のりです。本日は2月の28日です。今日からですね、イチジクの剪定作業を開始いたします。気温は低いんですけども、晴れがですね2日間ぐらい続きますので、この間にですね剪定をやってしまいたいと思います。ということで今回はですね2024年最新のイチジクの剪定についての動画になります。まず1点目、剪定で利用する道具の紹介。そして2つ目、剪定の種類について。これは大まかに分けて2つございます。そして3つ目、具体的にどの辺りをカットしていくのかというお話と実演になります。そして4つ目ですね、枝の更新作業についてのお話になります。では早速やっていきます。では1つ目ですね、剪定で利用する道具の紹介になります。剪定しますのでね、必ず剪定バサミが必要になります。で、私の方の剪定バサミはこちらになります。電動用のね剪定バサミになります。こちらはですねケブテック社製のですね電動剪定バサミになります。最大カット幅は 25mm までカットできるというものになります。こういうのがねあると非常にですね便利、簡単に剪定ができます。量がね少ない方はねわざわざこんな電動のやつは買わなくても大丈夫なので、手動でカットできる、いわゆるこのようなですねおかつねさんなんかの剪定バサミで全然大丈夫です。私の場合はね量をたくさん切るので、こういうのがないとちょっと大変なので利用しているということになります。こちらのですね剪定バサミでももちろん切れない太さの枝が出てきますし、枝のね、後々お話しさせていただきます枝の更新とかダメになったですね幹等をカットする場合にはこれではもちろんできませんので、その場合に利用するのがこちらですね。はい、剪定用のノコギリになります。私はゴム太郎の剪定用のノコギリで、細芽用のですねノコギリになります。長さは 240mm と短めですね。もっとねもちろん長いのはあるんですけども、取り回しがですねしやすいこちらの短いタイプを毎年ねこれ刃だけ交換できますので購入してですね取り替えて使っております。今もね新品なので何の汚れもない状態になっております。そして3つ目、こちらになります。トップ GM ペースト。これちょっとですね量が多い 1kg タイプになっております。これは何かというと殺菌剤入りの油合剤になります。剪定したカットした枝の箇所に塗っていくものになります。でこれは1kgタイプのですね非常に大きなものになるんですけども、量の少ないタイプももちろん売ってます。 150g とかね 200g とかの少量のタイプのものを売っております。また各社ですねメーカーさんいろいろ出てますけど、この2種類に関しては同じものです。メーカーは違いますけど全く同じです。でもう一つですねカルスメイトというものもございますけど、こちらはこのトップ GM ペーストとはまた違う油合剤になります。具体的に言うとトップ GM ペーストっていうのは殺菌剤が入っている、こちらにも書いてあるんですけども、殺菌塗布剤というふうに書いてあります。いわゆる殺菌剤が入っております。カルスメイトの方は殺菌剤は入っておりませんし、色もオレンジ色ではなくて茶色になります。で粘り気の方もですねこちらから比べるとカルスメイトの方がまだ粘り気があるような状態になっております。どちらがいいというわけではないんですけども、私の場合はですね殺菌剤入りのこちらのトップ GM ペーストを利用しているということになります。これはお好みに合わせて皆さんの方もですねご用意していただければよろしいかと思います。またね切り口に蓋をするという意味で木工用ボンドをですね利用されている方もいらっしゃるかもしれませんけど、こちらの方はですねいわゆる殺菌効果は全くない蓋をするだけのものになりますので、使われる場合は自己責任という状態になっております。次2つ目ですね、剪定の種類についてのお話です。剪定の種類には大きく分けて2つですねございます。1つはですね夏花剪定で、2つ目は秋花剪定になります。で私がですね今から実演するのは秋花剪定というふうになります。で秋花と夏花の違いについて簡単に説明しますけども、秋花というのは新しく今年出る新梢につく実が秋花になります。で夏花というのは今後ろにも映っておりますけども、ここの方がいいかな、昨年伸びた新梢の先端から5、6個ぐらいがですねつくのが夏花という状態になります。なので品種によってですね夏花専用種であったり夏秋兼用種、そして秋花専用種とがありますので、それに合わせてですねその剪定方式を変えていただければ大丈夫です。夏秋兼用種に限って言えば両方ともですね楽しむことができますので、
例えば半分だけ夏科剪定をしておいて、残り半分を秋科剪定することによって実を取るですね期間を長くするということが可能になります。で、夏科と秋科の違いについて申し上げますと、夏科はですね秋科に比べれば8月のもう頭ぐらいからですねもう収穫ができるような状態になります。地域によってですねもっと早く取れる可能性ももちろんあります。で、秋科は、それが終わってからこちらでいうと8月の下旬から9月の頭ぐらいから11月の初旬ぐらいまで収穫ができるっていうのが秋科という状態になります。秋科の方はですね夏科に比べればですね若干小ぶりになりますけど量がたくさん取れます。夏科は大きいんですけども数は少ないという状態になります。具体的にどこをカットすればいいのかというお話です。で、見ていただきますと枝のね色が異なっているということが分かりますかね。ここがちょっと白っぽくてここが茶色っぽいですよね。つまりこの茶色っぽいこの根元から伸びたものが昨年伸びた新梢になります。つまりここにですね実がついていたのを私は収穫してましたね。で、この白い部分に関しては、その前ですね、これが一昨年ここがカットしてありますね。その前がこちらでこちらという形でこう節が見えてると思うんですけど、もうカルス形成されているんですけど、この節の分だけですね、伸びてきたと。これですと123456789、いわゆるこの枝ちょうど10年目だったんですね、去年。10年でこれだけ伸びたと。だいたい20センチ30センチぐらいですね伸びてきてるわけですね。1年で3センチぐらいずつ伸びてきているという計算になります。で、こちらにですねこうシワがこう見えているかと思います。ここにね、ここが12344、いわゆるここに去年ですね葉っぱと実がですねついたという状態になります。で、今から説明させていただくのは秋科剪定方式で、具体的にカットする場所についてはですね、この1本目のシワ、次2本目のシワございます。この2本目と3本目のシワの間より少し上ですね。どちらかというと私はこの3本目のシワの下ぐらいをですね狙ってカットしていきます。で、新しい芽はこちらですと、この枝ですと、こちら側ですね。そして、2つ目のシワはちょうどこの下にありますね。で、3つ目はこの上にあります。2本目と3本目のシワの、間より、中間よりもちょっと上を狙ってカットしていただければ大丈夫です。で、なぜですねここをカットするのかと言いますと、1本目のシワの芽っていうのは正直言ってあまり伸びません。で、2つ目、こちらの方は普通に伸びます。もしですねちょっと心配だと言われる方であれば、この3つ目と4つ目の間のこの辺をねカットしていただいても大丈夫です。ここをですねカットしていただいても、おそらくこことここと芽はありますけど見えてないんですけども、おそらくプラスもう1個か2個ぐらいなんで、この枝だけでも3つとか4つぐらいですね新しい芽が出てきますので、大丈夫かなと思ってます。心配なら先ほども言いました通りもう1個伸ばしていただければ大丈夫という状態になります。ではカットしていきます。はい、先ほど言いました通り1つ目、2つ目、3つ目、この辺りですねを狙って私はカットしていきます。はい、これで大丈夫です。カットした後に先ほども言いましたここにですね殺菌剤トップ GM ペーストを塗っていくということになります。はい、これですね。はい、こういう感じのオレンジ色、先ほども言いましたけどオレンジ色のものになります。付属のハケで取り付けて、付属のハケでこう塗っていくと、こんな感じで大丈夫です。続きましてですね、夏科剪定の方法ですね。夏科は先ほど言いました通り昨年伸びた枝新梢にですねこの先端あたりにつくのが夏科になりますので、基本的に、夏科剪定というのはこのまま伸ばしておくっていうのが、通常のやり方かなと思います。ただ私のところでは、イチジクの場合です。イチジクと言いましょうか、果樹全般、植物も全部そうなんですけども、どうしても腸が優勢ということでこの先端の方のですね伸びがですねやはり優先されますので、ここばかり伸びてですねなかなか実がですね大きくなりにくいので、
私の場合はこの先端のここ数センチ、ここですね、この部分だけカットします。こういう感じでね、はい、こういう感じで大丈夫です。こういうふうにしていただければ夏科の剪定は終了と。同じくこちらにですね、またトップ GM ペーストを塗っていただいて、夏科剪定はこれで完了になります。最初に申し上げました通り、夏秋兼用紙であれば、半分をですね夏科にするためにこういうカットしていただいて、残りは秋科剪定ということで強剪定をしていただくという楽しみ方もできます。私の場合はね、どうしても実をですねたくさん収穫しないとですねいけませんので、全部ですね秋科剪定をしております。芽の位置についてちょっとお話をさせていただきます。芽のついている位置によって上芽、横芽、下芽というふうな呼び方があります。名前の通りですね、どこに芽がついているのかでその呼び方が変わってきます。で、イチジクの剪定のセオリーは下芽もしくは横芽です。上芽は利用しないというふうのがセオリーになっております。理由的には腸が優勢がありますので、上芽を残してしまいますとそこにばかりですね栄養を取られて、その枝ばかり伸びてしまうので、基本下芽を残すという具合にしていただく。なんですが例外もあります。枝が細かったりですね、枝の勢いがない場合は上芽を残して剪定をするという方法があります。で、地植え以外のですねプランター鉢植えでやっている方でおいて言えば、そこまで気にしなくてもいいのかなというふうに私は思います。もともとね枝数が少ないので、どのようなですね樹形にしたいかという部分を考慮していただいてカットしていただければよろしいのかなと思います。こういうふうに大きく育てて地植えでやるという話であれば、下芽横芽をですね、残すような形にしていただければ樹形をコントロールしやすくなります。上芽ばっかり残しておくともう本当に、何度も言いますけど腸が優勢でですね、その枝ばっかりバッと伸びてしまいますので、その辺は考慮していただいてカットしていただければ OK です。はい、次にですね、今剪定の説明をさせていただきましたけども、今私の方ですね、こちら自然樹形ですね、海進系、いわゆる胚状型で剪定をしてやる木になります。で、剪定をする際にですね、まずちょっと間隔もですね気にしていただきたいと思います。この枝と枝との間ですね、イチジクはですね非常に葉っぱが大きいので重なってしまうとやはり日当たりがあんまり良くないので、ここの間っていうのはやっぱりだいたい50センチから60センチぐらい理想になるんですけども、私の場合はですね40センチ以上開けるようにしてます。例えばこれとこちらとこちらの場合ですと、こう私の手だいたい20センチですけど、こう見ていただければ分かるんですけど、これで2つ開いてますんで、ここで40センチ、あとここの奥もですね見ていただければ、ここはもう、4つぐらい入るんで80センチ以上ですね離れてます。あまりですね枝をたくさん出してですね実を取ろうとするばっかりに枝をたくさん残すっていうのは栄養もですね分散してしまいますし、どうしても日陰になってしまって風通しが悪くなって病気にもなりやすくなりますので、なるべくなら40センチ以上ですね開けるような考えでですね剪定をしてください。これはですねこの後芽かき作業が出てくる時にまだちょっと狭いなと思った時にこうどう伸びるか、こっちに伸びるのかこっちに伸びるのかという部分、こう内側に伸びると間が狭くなりますけど、こう外側に伸びると40センチ以上確保できるということもできますので、その辺はですね芽かきの時にですねまた様子を見ながら残す芽を決めていただいて、なるべくね40センチ以上開けるような感じでやっていただければ大丈夫です。あと日当たり的な話をすると、こういうですね胚状型にしていくと中央の方にもですね枝が出るような形になりますけども、1、2本残しておいてもいいのかなという状態になります。間隔もそうなんですけども、どうしてもこういうふうに育てていくとイチジクのですねこの表面がですね日焼けでですねかなりですね傷んでくるので、この上の部分はですね日当たりよくしたいんですけど、この幹の部分はですね若干影にしたいんですね。そうすれば少しでもね日焼けが防げるので、それを考えて、少しですね真ん中にね1本ぐらいね日陰を作るための枝を残しておくっていうのもありですね。はい、次にですね枝の更新作業についてです。先ほどちょっと触れましたけども、やはりですね日焼けによってですね見ての通りですね表面がかなりこのような状態でボロボロになってくる木っていうのがどうしても出てきます。
こういう種子ですね、種子。この辺ももうボロボロになってきてるので、この枝もですね、実は更新をしたいんですけど、更新する枝がですね、なかなか出てこない状態になっています。この辺はもしかすると、春先ですね、根元からひこばえが出てくれば、うまくですね、更新できるような枝が見つけられるかもしれません。その場合ですね、その枝は剪定しないで、来年、再来年にですね、更新できるような枝に育てていただければと思います。こちらの方の枝を見ていただければ、かなり表面ですね、ボロボロになってきてるんですね。去年ですね、カミキリムシが非常に多くてですね、ちょっとカミキリムシが入った穴ともこうやって見ると見受けられます。なので、これ、一昨年かな ?3 年ぐらい前から、違うか、1年、2年、2年前ですね。2年前にですね、ちょうどいい具合にですね、ひこばえが生えてきたので、これを剪定せずに残しておいて、去年ここまで伸ばしました。ね。この枝を、これの代わりにしてしまおうというふうに思っています。なので、方針的に言うと、ここをですね、根元から切っていただくか、もしくは、まだですね、こちら側の代わりに枝になるようなものがどうなのかな。いわゆる、これだけ残してですね、やっても3本ちょっと出せるのは厳しいかなというのもあるんですけども、後々増やせるというふうに考えればいいのかな。なので、この3本のですね、代わりに、3本じゃない、この2本の代わりに、こちらの1本、これから2本ぐらい出して、今年は栽培していこうと思いますので、これをですね、根元から切ってしまいたいと思います。で、これを代わりにすると。この枝はですね、若いですので、芽の出もですね、非常に良くてですね、いい実がね、おそらく取れると思いますので、こちらの枝は切っていきたいと思います。実際に作業してみます。ちょっとね、まだ誘引の紐がついてるので、一旦外して、で、さすがにこれは剪定用のね、ハサミでは切れないので、これはノコギリですね。ちょっと、木も大きいので、何分割かしてカットします。まずは、ここで、で、はい。これだけでもかなりスッキリしますね。で、これをここから切ります。はい、こういう感じですね。で、これを代わりにしていきますので、これは更新で伸ばしていきたいので、ここでカットするのではなくて、ここから、この枝からですね、2つぐらい出したいと思いますので、先端だけ、この部分だけね、この先端のこの部分だけ、先ほどの夏香剪定と同じようなイメージになるんですけど、この先端だけ、何度も言いますけど、これも蝶が優勢の、ここばっかり伸びてしまいますので、ここでカットすることによって、他のね、ここから出てくる芽の方に栄養が行きやすくなりますので、芽がね、出やすくなります。ここばっかり伸びないようにということで、先端を切ります。あともう一つ、ここ、ホードですね。これ、残ってるんで、これもカットです。はい、こうしていただければいいですね。これで、ここはかなりスッキリしましたので、ここの先ほどの2本の代わりにこれを立てる。具体的にやると多分、このままやるよりは少し、ちょっと長いんですけど、こうやってやった方が伸ばせるかな。この枝もですね、ちょっと映ってないかな。今カットした枝がこちらで、隣のがここにありますので、これをこちら側に伸ばして、こうすればね、こちら側にも出せますし、これ去年のやつここちょっと残ってるんですけども、ここからうまくしてら芽が出るんじゃないかなと思いますので、これはこのまま残しておいて、これだけここでカットしていくっていうやり方が良さそうな感じがしますよね。なので、ここで1本減りますけども、こういう形でやっていただければいいのかなと。で、あとここもね、これ更新じゃないんですけども、先ほどのこの感覚から考えると、ここはもう弱い枝なので、ここはもう利用しなくてもいいのかなと。あと、これね、先ほどね、これちょっときついなと思ってたのは、これが代わりに、この枝が代わりに使えるかな。ここにちょうどいい感じで伸びてきてるんで、
今年はこれはもう先端だけちょっとカットでこう残しておいて、まあちょっと来年っていうわけにはいかなそうなんですけど、もう少しですね、大きくしてから、ここの代わりにできそうな感じがします。もしくは、この枝ね、この枝の方がまだいいかな。こうやっといて、こちら側にね、こちら側の方にね、倒しておいて、これの代わりにするような感じにした方がいい感じですね。将来的にこの木を見てる限りですと、まあ、ここからね、この根元から切って、これの方にまあ、全体的に変えてしまうっていうのも、ありかなという感じですね。で、これ、去年かな、一昨年、多分ここでカットしてますね。ここですごいカットした後なんです。ズバッと。ここに多分あったんですね、古いのが。まあ、それの代わりに、おそらくこの枝を残したと思われますね。今見るとね。はい。じゃあ今のですね、説明させていただいたことをですね、元にですね、この木をですね、全部ですね、秋化剪定をしていきます。じゃあまずですね、ちょっと誘引の紐がまだ巻きついてる状態なんで、ちょっと誘引の紐外していきます。誘引の紐ほどけました。そしたらカットしていきます。2つ目と3つ目の間ぐらいのちょっと上。あ、そうだ。なんでちょっと上カットするか言ってませんでしたけども、どうしてもですね、ジジクの場合このカットした後、トップジェムペーストを塗っても少しやっぱり枯れ込みしてきます。なので、その枯れ込みの分も考慮して少し長めに切ってます。あと、新芽がですね、出てきた際において、伸びるっていうか、太くなるスペースがやっぱり欲しいので、その分のですね、マージン、隙間を残すという意味で、真ん中を、いわゆる2個目と3個目の上という、真ん中というよりも2個目と3個目の若干上を狙って、3個目の本当ね、芝の下ぐらいを狙ってカットした方がいいと思います。で、こうカットしていくときに、昨年ですね、少し残っているほぞですね、こういう、ちょっと写真出しておきますけど、こういうのも残ってますので、これまだカルス形成でこうくるんでないので、こういうところがあれば、そこも合わせて、こういう風にカットしていった方がいいですね。ここにはね、はい、これでね、一通りカットがありました。で、先ほども言いましたけども、この隙間ね、ちゃんと40センチ以上開けてやるのがほとんどなので、私の場合はこのままカットしても大丈夫かなと。で、これ、質問で前ちょっと一ついただいたんですけど、どんどんやっていくと、この節がどんどん伸びていくわけです。さっきの計算上すると、大体うち3センチぐらいずつ、どんどん伸びていくんで、これどんどん大きくならないんですかって言われてたんですけど、その通り大きくなるんですよね。そのために毎年こう短くしてカットしていくっていうのもありますし、枝の更新作業ですね。このように枝が綺麗であっても伸びるスペースがないというようなことが考えられますので、新しいですね更新用の枝を残しておいて、これ以上伸ばすスペースがないとか、もちろん枝がダメになった時にその更新用の枝に切り替えていて、なるべくこうコンパクトに、基本的に毎年切り詰めて強剪定でやっていくので、そこまで毎年ですねそんなに大きくなりません。で、イチジクの木はどうしてもですね大きくなればなるほどカミキリムシの被害がですね、被害に遭う確率がどんどん高くなりますので、何十年持つかっていう話になると、本来はやっぱり十何年ぐらい、10年ぐらいが目処っていうふうには言われてるんですけど、10年以上ですね経つ木もいっぱいありますので、長く持ちます。私の部会の中ですね、50年以上ですね、その木が残っているところもありますので、やり方によってはですね、それだけ長持ちさせることができるという状態になっています。では今、これでカットが終わりましたんで、カットした面には先ほどのトップジェンペーストを塗っていきますが、とりあえず今日はね、まだ作業していきますんで、まずとりあえず午前中まずカットして、作業のね、最後の方に塗っていきます。今年もですね、剪定作業を開始することができました。
昨年から比べると、2週間ぐらい遅いかな。2022年は3月に入ってから作業を行いましたんで、それに近い感じですかね。雪は少なかったんですけども、天候がですねあまり良くなくて、なかなか作業ができない日が続きました。とりあえずですね、これで本格的な作業がスタートできるという状態になりました。これに伴ってですね、また一軸通信をですね開始したいと思います。芽が出てくるのがだいたい4月の終わりからゴールデンウィークぐらいですねになりますので、今ですとそうですね、月に2回ぐらいのねペースで進めさせていただいて、芽がですねちゃんと芽吹いてきたら毎週更新というような状態にまたさせていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。私の方のチャンネルではですね、このようにイチジク栽培に関するヒントとなる動画をアップしております。皆さんですね、ぜひチャンネル登録、通知ボタンをオンにしていただいて、次回の動画を待っていただければ嬉しいです。はい、またですね、チャンネルメンバーシップもやっておりますので、個別にですね、イチジク栽培に関する問い合わせをしたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひですね、メンバーシップの銀以上のサービスの方に加入していただければ嬉しいです。ご検討のほどよろしくお願いいたします。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画は以上になります。次回の動画でお会いいたしましょう。